こんにちは、リリです。今日はですね、たくさんの方々が気になる私の日本語の勉強の体験談について話していきたいと思います。気がつくと、自分で日本語を勉強し始めてからちょうど2年半が経ちました。ここ2年半では、日本語の勉強についていろいろな質問を聞かれていましたよね。今日はそれらを一つ一つに答えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に日本語を勉強したいと思ったきっかけは何でしょう？どのぐらい日本語を勉強してるのっていうのが決まりの質問ですね。これは実際にメスでもよく出てくる質問ですけれども、普段これ聞かれると、まとまった答えなかなか出せませんよね。なぜかというと、私の場合は、ある日いきなり日本語を勉強したいっていう決心がついたわけじゃなくて、むしろ勉強すればそれほど、いろんな素晴らしい日本人の方と触れ合い、日本語を勉強したいモチベーションが強くなったわけです。初めて日本に行ったのは、それは2年半前で、2012年の夏でした。父の出張でついでに日本に連れて行かされました。その時の日本語のレベルはゼロ。中国出身の私からしてみれば、日本は一応漢字が通用する国だから日本語を勉強しなくて済むだろうっていう甘い考えを持って日本に行ってしまったんですよ。結局何も分からなくて、道で迷ったり、英語を喋ってみても相手に分かってもらえず、ということでお店で注文することすらできなかったわけですね。想像以上に大変でしたよ。それでも日本人は、とっても優しくしてくれたのに、きちんとしたお礼すら返せない私はとっても恥ずかしかったんですよ。ですから今度日本に行く機会があれば、もう二度とこのようなことが起こらないように、こちらも頑張って簡単な日本語くらい勉強しておきましょうって思っていました。結局いろんなことがあったり、いろんな人たちと関わってきたり、日本に対する興味も深まってきたり、今日の日本語検定2級まで合格したりして、日本での就職まで考えてるっていう規制のことになっていますよね。それこそ人生というもんですよね。いつかが何かが起こるか誰にもわからないはずですから。では2番目の質問に入ります。これもものすごい頻度で聞かれる質問ですが、これは何かというと、どうやって日本語を勉強してるの？何か秘訣というものあるんじゃないかな？じゃあずっぱり答えますね。言語を習得するには秘訣というものなんか一切ありません。あるわけないです。別に私が何らかの天才とか優れた頭脳を持てるとかそんな話に全く関係ないですよね。私は毎日ちゃんと時間をかけて自分のための投資意識をしっかり持っていて日本語を勉強するようにしています。何かやり遂げたいことがあると思えば行動することが一番大切なんですね。とはいえ、ここで、注意していただきたい肝心なポイントは2つがあります。1つ目は耳です。私は日本語を勉強しているときに一番活性化しているのは耳です。つまり、文法重視とかよりも、音声が一番言語学習に役に立つ情報だと思います。ここ2年間では、道で歩いてる時であったり、台所で料理を作ってる時であったり、iPhone に入れといた日本語の会話の音声を繰り返して流して聞くようにしています。そしてその発音を真似することです。じゃあ、日本語がなるべく早く上達するには、2つ目のポイントは何かというと、勇気が必要なんです。これもとっても重要なポイントですね。これが多分一番大切なポイントかもしれないんですけれども、日本語を勉強したいと思ったところで、実際に日本語を喋ってみないと、日本人に日本語を使ってみないと何も始まらないんですよね。私の日本語のレベルはずっとこんな感じだったわけじゃないんですよ。ここまで話せるようにまでかなり苦労していました。最初はとっても苦手で片言の日本語しか喋れないっていう状況だったにもかかわらず、勇気を出して日本人に声をかけたんですよね。そして喋れば喋るほど、自然と会話ができるようになりました。この勇気の大切さを強調したいので、もう一つの例を挙げます。一般的な日本語を勉強している人じゃ、日本に住んでいる人でない限り、日本語っていう特技を就職に生かすという考えを持っている人はそんなにいないはずですよね。私はどうやって自分のその趣味や特技を就職に生かせるのかについて考えたんですよ。で、去年初めて日本語の、その履歴書まで作って日本企業にも何社にも応募してみましたね。そして生まれて初めてビジネス場面で使う日本語も使ってみました。
日本語で面接を受けるのは怖いと思ったのはもちろん、そういう難しいことに挑戦することによって、自分を進化させました。それから去年見習いとして Boston Career Forum にも行ってきました。幸いなことに Works Applications という日本企業のインターンシップに参加することができました。そのインターンシップこそ私の人生を一変させたって言えるくらい非常に良い経験でした。私はこうやって勇気を出して、自分の居心地悪いところに行ってみたからこそ、とてもいい結果が生まれたんですよね。自分の勇気のおかげで、他の日本語の勉強している方と差がついてくると、あえて言わせていただきます。じゃあ次の質問。日本語の勉強を進めるやる気を与えてくれるのは何？もちろん周りに支えてくれる人たちもたくさんいますけれども、一番勉強のやる気をくれるのは皆さんに期待されていることです。自分で言うのはなんですけど、日本語を勉強する面でよく尊敬されます。日本語すごいね、頭いいねと褒めてくれたらやっぱり嬉しいもんですから、その褒めてくれる人の期待を裏切っちゃダメよっていうふうに思っています。一人でも多くの人に、一人でも多くの方に褒められたいという気持ちで精一杯日本語を勉強し続けています。最低でしょ。はい、認めます。でもやっぱり自分の実力が認められると自信が高まりますよね。そして自信持ってるともっとできないんじゃないかと思うようになるわけです。では最後に一言言わせていただければ、日本語の勉強は決して楽な道ではないです。日本語にものみならず、何事でも成功したいと思えば勇気と継続性が必要なんです。そして人を憧れるよりも人に憧れるような存在になってみませんか？きっとそれの方が充実した自分でも満足できるような人生になるんではないかというふうに思っています。では最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた今度。